アリを飼育する。この奥深い魅力的な世界に興味を惹かれ、アリの飼育を始めたり、これからアリを飼育してみたいという方も多いのではないでしょうか。アリの飼育の方法は様々で、例えばアリの生態で言えば、自力で野外でアリを採集してきて飼育することもできますし、ショップやオークションなどで購入して、入手することも可能です。また、アリの飼育をする飼育室に関しては、こちらも、ショップなどで立派なものを購入することもできますし、自作で、アリの生態を考えながら巣を作るということも可能です。今回の動画では、アリの巣を自作するという観点から、どういった材料をどういった場所で入手して、どのように使っていくかということに触れながら、いろんなアイテムを紹介していきたいと思っています。今回紹介させていただくアイテムは、あくまで我が家で使用しているアイテムという前提で紹介させていただきますが、これからアリを飼育したいと思っている方や、飼育アイテムを探している方などに、一つの参考になればと思っています。では、最初に紹介していきたいのは試験管です。試験管は、アリの新女王や、初期的な小さなコロニー、こういったものを簡易的に、キープしていくのにとても役立つアイテムです。我が家ではこの試験管をインターネットで購入していて、コルク栓付きプラスチック試験管というものを購入しています。試験管の中には水と脱脂綿が詰めてあって、試験管内部の、アリの居住スペースの保湿ができるような仕組みになっています。とても簡単に管理ができるので、重宝するアイテムですね。大きさはですね、だいたい10センチぐらいですかね。はい、だいたい10センチぐらいです。3センチか4センチぐらいのところに水を詰めて、残りが、アリの飼育居住スペースになるという感じですね。こちらは中型種の、トビイロゲアリの新女王が入っています。こんな感じでちょうどいいサイズ感ですよね。いろいろなアリの大きさに対応ができて、例えば、こちらは小型種になるんですけれども、見えるでしょうか。こちらはルリアリという小さな、アリの種類ですね。ルリアリの新女王が入っています。試験管については主にこの、コルク栓付きのプラスチック試験管を使っているんですけれども、あとはこちら、ガラス製のよりちょっと小さな試験管ですね。こちらは東急ハンズで購入しました。8センチぐらいですかね。はい。こちらには胸細アリという、こちらも小型種が入っています。小さな種類の時は水のスペースを広めにとって、居住スペースが、こじんまりした感じにしてあげると、アリが落ち着くのかなと、思っています。試験管は他にもいろんな商品が、あると思いますので、好みに合った試験管を選ぶと、いいかなと思います。次にチューブです。チューブはこれ欠かせないアイテムなんですけれども、例えばアリの飼育部屋と餌場をつなぐ、通路になったりとか、飼育スペースが複数ある場合にそれをつなぎ合わせたりするために欠かせないアイテムです。我が家では、このような透明なビニールチューブをよく使っています。ホームセンターなどで、長さで量り売りしていたりとか、あとはインターネット、もしくはアリの、専門店などでも購入が可能です。で、チューブはですね、これ大事なところは連続的なサイズでつなぎ合わせれるようにしてあげるのが結構使い勝手として大切で、我が家ではこの6種類これを主に使っています。どれも透明なビニールチューブですね。で、よく使うのがこちらの2つのサイズ。こちらは外径、チューブの外側の直径が8ミリ、内径、内側のスペースの直径が6ミリという、
外径 8mm 内径 6mm のチューブです。それとそれに直接接続できる外径 10mm 内径 8mm のチューブです。この2つのチューブは内径が 8mm と外径が 8mm ということなので、ちょうどこのようにぴったりとつなぎ合わせることができます。このようにすることで、この2つのチューブを使ってどんどん接続をすることができる感じですね。例えばこちらの C6 だと左のケースに、外径 8mm 内径 6mm で、真ん中のケースから外径 10mm 内径 8mm が出ているので、このようにつなぎ合わせれるという仕組みですね。隙間なくチューブがつなげることでアリの脱走も防ぐことができます。でこちらは細い、チューブになりますが、こちらが、細い方が外径 4mm の内径 2mm、太い方が、外径 6mm の内径 4mm ということなので、これもうまく使うことができます。あと細いチューブは、このケースのように給水口に使うこともできます。給水口はそんな大きな、穴はいらないので、こういう細いチューブを使って、給水口を作るという、形も有効ですね。それからこれも、外径 6mm と外径 4mm ということなので、このようにぴったりとつなぐことができます。あとは太い側ですね。外径 12mm 内径 10mm というのと、外径14の内径12ですね。この6、サイズ、このようにすることで連続的にチューブをつなぐことができます。例えば小型種ですと、細い方の2つの種類で全然通れますし、大割りなんかだと、内径 6mm ぐらいまでだったら通路を通ることができるんじゃないかなと思います。それ以下になると女王がちょっと通れなかったりもするので、その辺も考えて使ってあげる必要がありますね。こういったいろんなサイズのチューブを使ってアリの飼育巣同士をつないでいったりするんですが、他にも例えばこのような先ほど紹介した試験管ですね。これに、これですと、外径 12mm ですね。これをこのようにつないであげると結構ぴったりとはまります。試験管によってはぴったりはまらないこともあるかと思うんですが、ある程度の太さの試験管でしたらこのようにチューブを使って、接続することができます。こうすると試験管飼育でも餌場とつなぐことができるので、便利なアイテムなんじゃないかなと思います。次にチューブを塞ぐためのアイテムを紹介します。飼育巣に接続するためのチューブをつないだけど、まだ他の飼育巣とつないでない時などに、余っているチューブを栓をするような形で、使うアイテムなんですけれども、こちらのキダボという、材料ですね、ホームセンターなどで購入することができます。ダイソーにも売ってましたね。で、例えばこのチューブですと、内径が 8mm になるので、ちょうど直径が 8mm のこのキダボ、木材の線ですね。こちらは内径 6mm の方のキダボ、このようにぴったりと埋めることができます。もう一つこちらは内径が 4mm のやつですね。こちらはですね、アリの、専門店さんのアントルームさんで以前に購入したものなんですけれども、チューブを栓するための、小さな栓ですね。これは確かビニール製だったかと思いますが、内径 4mm のチューブをこのように塞ぐことができます。こういったアイテムを使うことで綺麗にチューブに栓をすることができるという形ですね。その他のサイズのチューブに関しては、ちょうどいいキダボを、ちょっと見つけれてないので、あまり見栄えはよくありませんが、ティッシュや脱脂綿などで栓をするという感じですね。はい。このような感じで、アリの飼育巣を接続するためのチューブと、それに栓をするためのキダボ、それからビニール栓ですね。これを紹介しました。で一番、小さい内径 2mm のチューブに関しては楊枝がちょうどぴったり合うので、楊枝をちょっと途中で切って、例えばこの奥の飼育巣ですと上についているこの給水口を、楊枝で栓してあるんですけれども、この感じですね。はい、楊枝を途中で切って使っています。こんな感じでちょうどぴったりサイズが合うものですとうまく栓をすることができるので、飼育には欠かせないアイテムではないでしょうか。
では次にですね、小型の飼育ケースを作るための素材を紹介します。こちらの丸型の小型ケースですね。小規模のコロニーの飼育までは使えるようなものですね。こちらはアクリルコンテナやコンテナケース、ビーズケースなどで検索していただくと出てくる通販で買っているものなんですが、小さなプラスチックケースになります。右側にスベアで左側に餌場として使っているんですが、どちらも同じケースです。直径が4ミリ弱ぐらい、高さが2センチぐらいのケースですね。例えばこちらですと、ヒラアシクサアリとケアリの混成コロニーが入ってますが、小型種ですとこれぐらいのコロニー規模なら全然飼育が可能です。ワーカーの数で言ったら3、40匹ぐらいでしょうか。これぐらいの規模のコロニーでしたら全然余裕で飼育することができます。で、これ両方のケースをつないでいるのは外径 8mm 内径 6mm のチューブです。ちょうどこのケースにこのサイズのチューブが合う大きさなんですね。偶然です。はい、そしてこちらには胸赤終わりの初期コロニーが入っています。おそらく10匹ぐらいまでだったら飼育は可能ではないでしょうか。あとは同様のものが、100均とか通販とかいろいろ探すと売っているので、また気に入ったものを選んではいかがでしょうか。次に平置き型の飼育巣の素材を紹介します。これ我が家でとてもたくさん使っている材料なんですけれども、ポリカーボネートという素材を使った飼育巣になります。アクリルよりも傷がつきにくくて丈夫という特徴があります。これ今飴色ありのコロニーが入っていますが、1つのケースで小型種でしたら、300匹ぐらいは収納できるサイズですね。餌場としても利用しています。こちらに給水口なんかをつけてチューブでつないでますね。これは外径 8mm と外径 10mm のチューブを接続して、2つの違うサイズを噛み合わせて接続している感じですね。はい、でこれはですね、秋月電子さんという電子部品など売られている通販のサイトで購入していて、ポリカーボネートケースが2種類あるんですが、こちらが小さい方のサイズで、縦が9センチ、横が6センチ、高さが2センチぐらいですね。大体のサイズはそんな感じです。でこちらは中型種足長アリが、入っていて、ワーカーの数は50匹ぐらいですかね。はい、の状態でこのような見た感じになっています。でこちらのケースには餌場として先ほど紹介した小型の丸型ケースを接続してあって、左側には、補助的な、スベアですね、これが接続してあります。こんな感じで組み合わせていくとアリのコロニーの、規模や大きさなどによって、適した飼育巣が作れるという感じですね。はい。これもですね、似たような商品がいろんなところに売っているので、好きなものを使っていくといいと思うんですが、我が家では高さがですね、結構このケースがちょうどいいので、これを昔からずっと使っています。でこれもですね、秋月電子さんのポリカーボネートケース大型の方ですね。縦横が12センチ、11センチ、高さが約3センチぐらいです。内側に入っているのは先ほど紹介した小型の方のポリカーボネートケースですね。餌場と同じサイズです。ここには4つ星終わりが入ってるんですが、4つ星終わりぐらいだと3、400匹ぐらいはいけるんじゃないでしょうか。左側にはチューブを通して、丸型の、補助的なスベアですね。これが接続してあります。餌場も同様ですね。やっぱりポリカーボネートケースとても透明度が高いので見やすいケースですね。ちなみにですが、こちらの、大型のポリカーボネートケースとこの奥にあります、これケブカーメイロアリというアリが入っている、ケースで縦置きにしてるんですが、このケースと同じものになります。この3つですね、この左右と、この4つ星終わりのケースが同じポリカーボネートケースを使っています。アリのコロニーの規模が大きくなってきたりすると、やはり大きなスペースが必要になってくるので、こういったちょっとサイズのある、飼育ケースですね、こういったのを用意する必要があります。
これも同様に自分の好きなものを選ぶのがいいかと思うんですが、透明度とある程度丈夫なものっていうのが一つポイントかなと思います。次にこちらのケースで使っている素材を紹介します。餌場はポリカーボネートケースですね。秋月電子さんのものです。チューブで接続してあって、このように縦置きで回転ができるシャーレを使った飼育巣ですね。これは赤山アリが今飼育してあるんですけれども、この素材です。でこれはですねプラスチック滅菌シャーレというものを、これもまた通販で買ってまして、それを加工して飼育巣に仕上げてあるという形ですね。はい、で中にですねちょっと四角いこの長方形の、ものが見えると思うんですが、これはちょっと湿度の逃げ場をちょっと作っている状態で、こちらはお弁当などに入れる、醤油入れみたいなちっちゃなケースですね。これを半分に切って埋め込んであるという感じです。でプラスチックのシャーレということなんですけれども、結構素材が薄くてですね穴を開けたりする際には割れちゃったりしやすいです。ポリカーボネートやアクリルなんかよりも全然脆いですね。はい、なので加工の際にはこれは注意が必要です。真ん中ですがアクリルパイプに木ダボを刺して線をしてあります。アクリルパイプは東急ハンズで購入しました。内径が 8mm というやつですね。木ダボは先ほど紹介したものです。次に紹介しますのがこちらの縦重ねタイプの飼育巣の、材料です。現在はこのケースには、黒終わりのコロニーが入ってますね。この商品は、100均などで売っているワイドクリアケース、こちらのものですね。2段重ねで売られているものをこれどんどん継ぎ足しができるので、何段も重ねて使っているという、ものになります。ワイドクリアケースですね。この飼育巣の場合は、上から5段、一番上に餌場と4段が巣部屋で、チューブで接続してあって右側に残り3段巣部屋ですね。さらに右側にチューブとあとは木ダボで線がしてあります。こういう飼育セットになってますね。でこの飼育巣ですが小スペースという意味ではとても良い飼育巣なんですけれども、ちょっと中が見づらいという難点があるので、その点どこを取るかという感じですね。ただ素材としては面白い、素材かなと思います。次に飼育に欠かせない餌皿の素材を紹介します。我が家で最近よく使っていますのが、ホームセンターなどで売っている連結キャップという商品です。大きさとか形がちょうどいいですよね。本来はネジのヘッドなどにつけるキャップのようなんですけれども、こういったものを使っています。あとはもうちょっと大きなものですと専門店の餌皿という商品もありますし、例えばペットボトルのキャップ、それなんかを使うことも可能です。あとはですね、チューブをこのように半分とかに切ってそこに蜜を垂らしたりとか、あとはチューブ、切らずにこの中に蜜を入れて、飼育巣に接続するという形で蜜餌を与えることも可能です。あとは日常の飼育管理にあると便利なアイテムですね。ハサミ、ピンセット、シリンジ、それからスプーン、さじなどでも可能ですね。こういったアイテムです。ピンセットは餌を与えるときにミルワームなどをつまんで与えたりとか、巣内のゴミを除去したりとか、小さなものをつかむのにいろいろと便利です。割り箸などで代用も可能ですが、やっぱりピンセットがあると便利ですね。それからハサミはミルワームなどの餌をカットするのによく使っています。スプーンは、これも餌をすくったりとか餌場のゴミをすくって除去したりとかそういうのに使いますね。あとは蜜餌をかき混ぜたり与えたりするのにも使えます。シリンジはですね給水の際によく使います。シリンジもいろんなサイズがあるので通販などでもシリンジと打ったらたくさん出てきますね。好きなものを選ぶと良いかと思います。
あとこのヘッドの部分に細い針みたいなヘッドの部分つけとくと吸水量の調整なんかも結構しやすいですよね。最後に、石膏です。石膏は基本的にはホームセンターで入手が可能です。もちろん通販でも入手可能です。で石膏もいろんな種類があって、出来上がりの硬さや材質など、様々です。我が家で使っているものはまず一つはこの石膏プラスターと、書いてあるパッケージの商品ですね。こちらは縦重ねタイプのシークスに使っていました。先ほど紹介したワイドクリアケースを使った黒終わりが入っていたシークスですね。出来上がりが少し灰色っぽい石膏になって、吸水のスピードがちょっと遅い感じがしますね。はい、じっくりと水吸っていくような感じになります。硬さは割とあるんじゃないかなと思っています。次にこの焼き石膏と書いた商品、さっきの石膏プラスターと同じシリーズでしょうか。パッケージが絵が同じですね。でこれ一番よく使うのでとても中減ってますね。でこれは真っ白な石膏が仕上がって結構綺麗に出来上がります。先ほどのケースですとポリカーボネートケースを使った石膏酢などに使っていました。結構吸水がですねスッと吸水してくれていい感じなんですけれども、若干ですね柔らかくて、四つ星終わりとか梅松終わりとか樹上酒、なんかにはですねこの焼き石膏はちょっと掘られちゃう感じですね。はい、土中酒ですとそれほど掘らないのでいいんじゃないかなと思います。で最後にもう一つ、こちらは、吉野石膏さんというところの、模型用硬質石膏ハイストーンという、商品ですね。はい、でこれもですねさっきの焼き石膏と一緒で真っ白な石膏が仕上がります。で結構硬さが先ほどの焼き石膏よりももうちょっと硬いので、掘られにくいような対策としてもいいんじゃないかなと思います。あとはやっぱり硬いので仕上がりが結構綺麗ですね。先ほど出てきた中だと、ワンルームロフト付きタイプのシークス四つ星終わりが入っていた、ポリカーボネートケース大型の、ケースを使ったシークスにも使ってまして、あとは縦置き型のケブカーメイロありの、シークスですね。これにも使ってました。絵の具などで色をつけて作ることもできるので、石膏も素材とか、色合いとかいろいろ工夫してやると面白い素材なんじゃないかなと思います。ということで今回は、アリの飼育の際に必要なさまざまな道具や作るための素材、こういったものを紹介していきました。アリの飼育を、続けていると、コロニーが拡大したりとか、新しいアリが入手できたりとか、いろんなタイミングでちょっと新しい飼育巣を作りたいなとか、巣を増設したいなとかいろいろな場面が出てくるんではないかと思いますが、その際に一つの例として、今回紹介した材料などを使って自分なりの、飼育環境というのを作っていけたらさらにアリの飼育もしやすいですし面白いんではないかと思います。最初に申し上げましたが、今回紹介させていただいた道具や素材というのは、我が家で使用しているほんの一例ということで紹介させていただきましたので、似たような商品がいろいろなお店で売ってるかと思いますので、自分に合う好きなものを選んで、いろいろな道具や飼育巣などを作っていくというのもアリの飼育の醍醐味かと思いますので、ぜひいろいろ研究しながら楽しんで飼育をしてみてください。では、今回は以上で終わりになります。ご視聴ありがとうございました。